どうも、ケイスケです。ついにね、買っちゃいました。僕やっぱ動画好きで、動画のね、特にやっぱ色編集するの好きなんですよ。で、僕もやっぱまだまだ実力が足んないなと思っていて、もっともっと色こだわりたいし、もっともっといろんな色をクリエイティブに出したいなと思ってて、やっぱ色こだわるためには必要だなと思って、もう本当にプロ用の機材を買っちゃいました。はい、こちら、いやもう見るからにプロ用。はい。こちらですね、ブラックマジックデザインのところから出ているマイクロパネルっていうものを買いました。これどういうものかっていうのをサクッと言うと、ダヴィンチリゾルブという動画編集ソフトがあるんですけども、僕は基本的には色こだわるときにはそのソフトを使っていて、でそのソフトのみで使える色編集ツールです。これがあるだけでマジで全然違うんですよ。僕もちょっとバカにしてたんですけども、これ言うてもパソコンのここで使えるやんと、ここでねいろいろいじれるやん、もう全然これでええやんと思ったんですけども、このパネルがあるだけで全然違うんですよ。のでですね、今回はこちらですね、僕が使ってみて、こういう使い方あるんやと気づいたポイントだったりとか、あとはどういう人におすすめかっていうのも含めて、操作感もね全部含めてご紹介したいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。はい、で今回は買っちゃいましたよと、これ話ね、これね10万ぐらいするんですよ。15万はしないな、10万ぐらいだと思うんですけども、安いものではないしね、デカオモだしね、いじろうと思えば色なんてパソコンのねタブレットじゃない、このマジックパッドでもいじれんのよ。いじれるからこんなにいるのかと思ったんですけども、すごい便利よ。ということでこれご紹介していきたいと思うんですけども、そもそもあんまりダヴィンチリゾルブ自体を使ってない方いらっしゃると思うんで、なんでダヴィンチリゾルブ僕が使ってるのかっていうところをご紹介したいと思うんですけども、結論から言うとダヴィンチリゾルブはめちゃくちゃ色の出方がいいです。僕プレミアプロもファイナルカットプロも、使ってきたんですけども、大体そのプレミア、ファイナルカット、ダヴィンチリゾルブ、この3つが一番有名な、3大編集ソフトみたいなもんですね。でそのうちのダヴィンチリゾルブはですね、もともと色編集特化だったのが今は動画編集ソフトとして、なってるんですけども、ベースがね色編集ソフトをベースにしてるので、すごく色がいじりやすいんですよ。例えばシャドウの階調とか黒い部分の髪の毛の感じとか、そういうディテールがうまく出るっていうのは本当にダヴィンチリゾルブの特徴だと思います。これがプレミアプロとかだったら結構ベタっと色するというか、それはそれでプレミアの色だなっていうことで結構良かったりするんですけども、やっぱり繊細に色を出したいよっていう時はダヴィンチリゾルブ使うのが一般的かなと思います。なので僕は結構編集ソフトを使い分けてて、他の人と例えば、アフターエフェクツとかそういうのを入れる現場であれば、プレミアプロを使うし、自分の YouTube の動画編集であれば圧倒的にファイナルカットプロが早いのでファイナルカットプロを使うし、で、色編集をしたい、例えばシネマティック Vlog とかそういう場合はダヴィンチリゾルブを使ってしっかりと色編集するしっていう感じで使い分けています。はい、ということでマイクロパネルの話に移るんですけども、こちらですね。はい、でこれはもう完全にダヴィンチリゾルブオンリーで使います。で見たら分かる通り特徴的なのがこの丸ですよね。このホイールなんですけども、画面ちょっと見ていただけると分かるんですけども、このホイールがこのね左下のリフトガンマゲインみたいなここに相当したりします。でいろんなボタンを押すとこのオフセットとか、コントラストとかピボットとかこの辺も全部いじれるようになってますということで、このマイクロパネルだけで、この上だけで、基本的な例えば色温度だったりサイドだったり明るさだったりコントラストだったりっていうのを全部調整ができちゃうよというものになっています。でそうすると何がいいのというところで言うと、例えばパソコンでやる場合は画面見ながらちっちゃいねこういう風な画面でこうやって、ガンマここで上げて明るさ上げてとかこういう風にやらなきゃいけないんですよ。のがもう分かる？この下行ってこのガンマの部分とかホイールじゃない、このマウスのポインターとか見ずにそのまんま画面を見たまま、しかもなんならこうやって拡大表示をしながら明るさをこうやっていじれると、もう少し色温度こうだったらこうだなとかコントラストこうだなとか、そういうのを全部ここでいじれたりします。わかります？これすごいっすよね。なんで本当に絵に集中しながらいじれるっていうのがこのマイクロパネルのすごいところ。もちろんこっちのねマウスポインターでもいじれるんですよ。こうやっていじれるんですけども、それよりももっともっと直感的にというか、もっとこの画面っていうのを全体に見せながら、こういう風に全体に画面しながら、ちょっと切れちゃってるよね、切れちゃってるんですけども、しながらこうやって明るさだったりとか
色温度もう少し細部の、こういうねアンダーのディテール欲しいなと思ったらこういう風に上げるとか、こういう風にして調整ができるという感じになってます。コントラスト欲しいなと思ったらコントラスト上げるとかいう感じなので、もう画面に何もそういうコントラストがこことかそういう情報がなくてもこの手元だけでいじれるのがめちゃめちゃいいなと思ってます。あとはまあ結構ね細かくいじれるんですよね。僕がやってる限りこのリフトとか上げようとすると結構ガッと上がっちゃったりとかするんですけども、その辺のこう調整幅がすごく細かく設定されてるんで、割となんていうのかな、本当にもうこう微妙なコントラスト感とかをこう調整できたりもします。回したらキュッと上がるわけじゃなく少しずつ上がっていく感じなので、かなり細かく微調整ができるという感じで思ってもらえればと思います。なので本当に色にこだわりたい人向けですね。もうどうしてもやっぱちっちゃい画面でずっと見てるとどこの色がどうとかっていうのは分かんなくなっちゃってきたりするので、大画面で見ながらしっかりと細部のところも調整していきたいなっていう人はこのマイクロパネルめちゃめちゃいいなと思っています。ちなみにこのマイクロパネル自体は何個かバージョンがあるというかミニパネルっていうもう少し大きいモデルとかもあるんですけども、そっちだとトーンカーブとかね他の指標もいじれるのかなだと思うんですけども、僕にとってはこのぐらいが机の上に置いたりとか持っていく限界かなと思ってこれを購入することにしました。もっとこだわる人は色編集しかしないよっていう人とかはもうミニパネルとかねそういうのでもいいかなと思います。で接続方法についてちょっと補足なんですけども、このマイクロパネル自体は USB-C のケーブル1本でこうやって接続ができます。でこれが出ていって僕の場合はこのねモニターに沿ってるんですよね。でこの LG のモニターはピューッと見ていくと、なんとですねこうやって USB-C で、パソコンにつながっています。なんでLG のモニターからもうこの USB-C ケーブルサンダーボルトケーブル1本でつながっているので、そこのねこの USB のところにもうつなげておけば基本的にはこのねマイクロパネルが常に使える状態となっております。ということで接続もね僕パソコンをこう持ち歩くのでいちいちこうパソコンをね、から外してとかそういうことする必要なく、このモニターにつないじゃってるのでモニターとつなぐと自動的に使えるようになるという形でセッティングしてます。ケイスケの動画で最後ちょっとこのマイクロパネルの使い方もご紹介して終わりたいと思います。使い方の画面変えましょう。最後マイクロパネルのね使い方ご紹介しておくんですけども、画面を見ながらちょっとね、操作見ていければと思います。でですね基本的にはこのね、ここ左からですね、リフトゲインガンマゲイン化となっています。なのでここ上げればリフトが上がるしガンマが上がるしゲインが上がるという感じになっていて、この真ん中の玉の部分をいじるとこうね色がいじれます。それぞれのリフトだったらシャドウ部分ですねの色がいじれたりガンマの部分の色がいじれたりとします。でこの RGB オールレベルってボタンがあるんですけども、これはそれぞれリセットのボタンでオールを押すと全部リセットされます。それぞれこれがリセットの状態ですね。でこれだとちょっとシャドウが暗いから上げたりとか、こういう風にしたりします。でこのログのボタンを押すと、変わります。画面がシャドウミッドトーンハイライトになります。これが、これログと普通のプライマリーホイールの違いっていうのはなんか難しいので別のね動画でご紹介するんですけども、もっと分離されたね状態でシャドウミッドトーンハイライトがいじれると思ってください。でオフセットを押すとですね、ここがオフセットをいじるものになります。これオフセットは全体ですね。全体の明るさみたいなもん。で、それに加えてこことここがちょっと変わりまして、ここがティント、色かぶり補正ですね。写真でいう。でこっちが色温度をいじるホイールになりますと。感じですね。であとはもうね書いてある通りなんですけども、これが Y リフト、Y ガンマ、Y ゲインとか、コントラスト、ピボット、ミッドトーンディテール、カラーブースト、色温度みたいなもんですね。シャドウと、あとハイライトとかでサチュレーション、ヒューとルミナンスミックスという風になっています。であとここですね。あとここら辺にタブいっぱいあるんですけども、もうこれも書いてある通りなんですけども、グラブスティールがよいしょこのままボタンを押すとこっちのギャラリーにこの画面が入ります。なので例えばこのグレードをリセットしちゃってもこれピュッとやると全部また元通りというかその保存した状態のノードが引き継がれるという感じになっています。あとよく使うところでいうとこのループですね。ループボタンをオンすると色をねいじりながら例えばこうやって見たいよって時にループオンにしておくともう一回最初から終わっても再生されますと。どこで途切れてるのかわからんね。でバイパスとディセーブルですね。この辺はいいでしょう。であとはプレビューノード、ネクストノードですね。これでノードを切り替えることができます。こうボタンを押してると右のねノードの場所が変わってるのは分かると思うけど、こうやって変わってるのが分かる。でクリップもねネクストクリップで、前のクリップという感じでいじることもできますと。全体的にはこんな感じですね。再生停止とか
戻すとか、そういうのもここでできたりしますという感じで、最初慣れるのにちょっと手間取るかもしれないんですけども、基本的にはこのパネル上で再生停止もできるし、次のノードへ行くとか、そういうこともできちゃいますと。マスク切るとか、あとはトーンカーブいじるっていうのはさすがにねパソコンの方でやらなきゃいけないので、そこだけねパソコンでやるんですけども、それ以外の、基本的な部分はこっちのマイクロパネルでいじれるようになっております。ケイスケの動画、はいということで、いっぱい紹介してきましたがいかがでしょうか。こちらのねマイクロパネル欲しくなっちゃったんじゃない？どう？欲しくなんない？動画でどこをこだわるかっていうのはすごくそれぞれなポイントだと思うんですけども、色っていうのは今とても重要な指標だと僕は思ってます。やっぱりこうフィルム調にしたら思い出のようなね、昔こういう風だったなっていう思い出を想起させるような動画になるし、もっともっとサイバーパンクな色にしたらなんていうのかな、SF 的なそういう風な形でこう人のねイメージを変えることもできるので、色ってめちゃくちゃ映像表現で実は大事なポイントだったりするんですよね。でぶっちゃけもう本当に感覚的なもんなんですけども、例えばねただの変な写真も色がちょっとエモかったらやっぱエモく見えるじゃないですか。そういうもんなんですよ、人間って色でやっぱ判断しちゃうというところがあります。もちろんそのね色っていうのをどこまでこだわるかっていうのは人それぞれなんですけども、やっぱこだわった方がどんどんいい映像になっていくと思いますので、こういうね機材に投資してもらって、で新たな自分の映像表現身につけていただければと思います。いかがでしょうか。僕はねこれ使ってもっともっと色表現極めていきたいと思いますので、また新しい技術とか、そういうものがあったらシェアしていきたいと思います。こちらについては概要欄にねリンク貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。